こんにちは。さて、今日は宇宙ビジネスの最前線と言ってもいいでしょう、ロケットラボについて深掘りしていきます。今この会社が市場をものすごく熱狂させてるんですよね。一体なぜなのか、その秘密を一緒に解き明かしていきましょう。まずはこの数字を見てくださいよ。なんとプラス 130.4%。年初来で株価がですよ、130% 以上も急騰しているんです。これも単なる成長っていうレベルじゃないですよね。まさに爆発的。でもじゃあこの熱狂の裏にはちゃんとした理由があるんでしょうか。それともこれってただのバブル？気になりますよね。そう、だからこそ誰もがこう思っちゃいますよね。もうこのロケット乗り遅れちゃったかなって。今日のこの解説では、投資家の皆さんはもちろん、宇宙に夢を見てるっていう全ての人と一緒に、この大きな問いの答えを探っていきたいと思います。はい、じゃあ早速、まずなんで市場がこんなに熱狂してるのっていうところから見ていきましょうか。いわゆる強気のシナリオ、ポジティブな側面ですね。一体何がロケットラボの成功を支えるエンジンになっているんでしょうか。ロケットラボの革新、その心臓部がこれなんです。ラザーフォードエンジン。これ何がすごいかって、世界で初めて 3D プリントと電動ポンプを全面的に採用した軌道ロケットエンジンなんですね。まさにこのエンジンこそが彼らの主力ロケットエレクトロンを特別なものにしているわけです。じゃあこのエンジンがもたらすメリットって何なのか。これがね、もう圧倒的なんです。まず 3D プリント技術のおかげで製造時間がめちゃくちゃ短くなる。そしてコストも大幅に下がる。なのに信頼性は抜群で、すでに450機以上が宇宙に到達してるっていう実績があるんですよ。この数字が何よりもその性能を物語ってますよね。そしてその実績がこの数字につながってくるわけです。18。これ去年の年間の打ち上げ成功回数なんですね。記憶更新です。この実績によってエレクトロンは小型ロケット市場でも誰が認めるチャンピオン、まさに絶対王者としての地位を固めたというわけなんです。でもね、ロケットラボの本当にすごいところって、ただ打ち上げ回数が多いってだけじゃないんですよ。彼らの野心は地球のすぐ近くの軌道、そこだけにとどまらないんです。その挑戦のスケールはもっと先、そう、まさに新宇宙へと向かってるんです。その象徴とも言えるのが NASA のキャップストーンミッションです。これ考えてみてください。民間企業が自社の小型ロケットでNASA の探査機を月まで送り届けたんですよ。これはただの打ち上げ成功じゃない、新宇宙まで行く能力があるんだっていうのを証明した、まさに歴史的な偉業なんです。そしてもちろん NASA っていう最大のクライエントとの固い信頼関係を築いた証でもあるわけですね。しかもこのミッション、すごく高度な2段階方式だったんです。まずエレクトロンが探査機を宇宙空間まで運ぶ。でそこからルナフォトンっていういわば宇宙の牽引車みたいな宇宙船がバトンタッチするわけです。そしてなんと6日間も精密なエンジン噴射を続けて探査機を正確に月へ向かう軌道に乗せた。これってつまり打ち上げから新宇宙への輸送まで全部自社でやれちゃうってことなんですよ。これができる会社って世界でも本当に数えるほどしかありません。CEO のピートル・ベックはこう言ってます。キャップストーンミッションは人類の月への帰還の始まりだ。そしてロケットラボがその重要な役割を果たしたことを非常に誇りに思う。この言葉に全てが詰まってますよね。単なるビジネスじゃない、人類の新たな挑戦の一部を担ってるんだっていう強いプライドが感じられます。さてと、ここまでは本当に輝かしいサクセスストーリーでした。でも賢い投資家っていうのは光だけじゃなくて影の部分もしっかり見る必要がありますよね。なのでここからはちょっと視点をガラッと変えて、弱気のシナリオ、つまりベアケースを考えてみましょう。これだけのすごいこと、もしかしてもう全部株価に織り込まれちゃってるんじゃないのっていう話です。まず伝統的な評価指標の一つ PBR、 株価純資産倍率を見てみましょうか。ロケットラボはなんと 23.99 倍で、業界の平均がだいたい 3.52 倍。この差すごくないですか。市場がこの会社にどれだけめちゃくちゃ高い成長を期待してるかっていうのがこの数字だけで一目瞭然ですよね。次に将来稼ぐであろうキャッシュをもとに企業価値を計算する DCF 分析っていう方法があるんですけど、これによるとちょっと驚きの結果が出てまして、現在の株価は理論上の価値よりもなんと 52.1% も割高だとされているんです。
つまり将来のかなり楽観的な成長を全部計算に入れたとしても、それでも今の株価は高すぎるよっていう、一種の警告ですよね。じゃあなんでそんな割高な評価がされちゃってるんでしょうか。その答えは今のビジネスにあるんじゃないんです。会社の未来そのものをかけたとてつもなく巨大で、そしてリスキーな次の一手、そこにあるんです。それがこれです。次世代ロケットニュートロン。今のエレクトロンと比べるともう全然レベルが違うのが分かりますよね。運べる重さは40倍以上、高さは倍以上。そして何より重要なのが、ロケットの常識を覆す完全な再利用を目指していること。これはもう単なる進化じゃない、宇宙輸送のコスト革命を狙ったまさに社運をかけた一手なんです。でもここで素朴な疑問が浮かびますよね。小型ロケットの市場ではもう圧倒的な成功を収めてるじゃないですか。なのになんでわざわざこんなに巨大でリスクも桁違いのロケットを開発する必要があるんでしょうか。答えはもっと大きくて、そしてはるかに儲かる市場に参入するためなんです。一度に何十機もの衛星を打ち上げるメガコンステレーション、国の安全保障に関わるような超重要ミッション、そして究極の目標、有人宇宙飛行。これらって今スペース X みたいな巨人がほぼ独占してる市場ですよね。ニュートロンはその巨大な机上に真正面から挑むためのロケットラボのいわば切り札なんです。さあ、これで材料は全て揃いましたね。輝かしい実績と野心的な未来像っていう強気のシナリオ、そして高すぎる株価ととんでもないリスクっていう弱気のシナリオ、この2つを天秤にかけて最終的な判断を下す時が来ました。まさにブルとベア両者の主張はこんな感じです。強気派、つまりブルはエレクトロンっていう確固たる実績を土台にして、ニュートロンで宇宙ビジネスの巨大なパイをつかみに行くぞっていう未来を描いてる。一方弱気派のベアは、いやいやその未来はちょっと楽観的すぎないと警告するわけです。高すぎる株価、ニュートロン開発っていう巨大なリスク、そして何よりスペース X っていうあまりにも強すぎるライバルがいるじゃないかと慎重にならざるを得ないというわけですね。ではこの真っ向から対立する2つの視点を踏まえて、私たちが理解すべき一番大事なポイント、この物語の核心って一体何なんでしょうか。結論はこうです。今のロケットラボの株価を支えているのは、これまでの輝かしい実績じゃないんです。そうじゃなくて、未来へのとてつもなく大きな期待、つまりニュートロンっていうこの10億ドル規模の巨大なギャンブルに勝てるかどうか、もうその一点にかかっているんです。これはもはや実績のある会社への投資というよりは、未来そのものへの賭けと言った方がいいかもしれません。最後にこの問いを皆さんに投げかけて、この解説を締めくくりたいと思います。ロケットラボは次なる大きな飛躍の準備ができた実績あるイノベーターなのか、それともその株価はもうすでに軌道に到達してしまったロケットなのか。その答えはニュートロンがこれから描く未来の軌跡だけが知っているのかもしれません。